様です。今回はですね、こちらアオリイカっていう食材ですね。ということでまずは捕獲映像からご覧ください。というわけで8ヶ月ぶりの素潜り漁で、今カメラがグワングワンしてるでしょ。これね、波がねすごい高いんですよ。なぜか魚はね、流れが速い場所か荒れてる場所に多いんですよね。さて今日はブダイがいるポイントにやってきました。拳目がいればラッキーかなーっていう感じですね。このポイントのブダイは岩の下に寝てるんで、潜ってみないといるかわかんないんですよね。ちなみにこの日は3回潜ったら1回出会えるっていうような、そんな感じでしたね。こんな感じで岩のくぼみをくまなく探していきます。ちょこちょこね真っ暗になるんですけど、あんまりね明るくすると魚が逃げてしまいますから。いました。こいつは長ブダイ、完全に寝ている。ヒット。こちらは2キロぐらいの長ブダイ。撮影日が3月で送別会シーズンだったんで、結構高値で売れました。ラッキー。なんか俺のチャンネル見てるとさ、感覚バグるけど2キロの魚ってでかいよね。で、取れた魚はサメに食べられないように専用のカゴに入れていきます。サメとか大丈夫なのってみんな聞いてくるんですけど、水深15メーターぐらいのところにね、結構イタチザメとかは来ないですね。さて潜行開始で、結構ね普通に病み上がりなんで、息が1分ぐらいしか持たなくて、それがね結構ねきつかったですね。やっぱ海底をねくまなく散策しなきゃいけない漁法なんで、潜れる時間が長ければ長い方が魚が取れる可能性が高くなりますからね。で、息が持たずここで浮上することに。勝る視点を見ていきましょう。浮上間際にいた。ヒット。映ってなくて申し訳ないんですけど、もうこれは本当にね打つか迷った。息がねマジで限界でした。なんで水深2メーターで寝てるのよ。こちらも長ブダイですね。先ほどより大きい 2.1 キロでした。脳天締めをしていきます。さて息を整え、次の魚を探していきましょう。で、この時点で結構海が荒れ出してきました。シュノーケルに水がバシャバシャ入ってくるんで、まともに呼吸ができなくて息が全然整わなくなってきました。ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、海底で魚を探してるところ、何か見つけた模様。海底で水中銃の威力を弱くしています。通常6メーター先の魚を仕留める仕様になっているので、普通に撃ってしまうと岩にめり込み、人力では抜けなくなります。さて魚は何がいたのでしょうか。いました。これはゴマモンガラの尻尾ではないでしょうか。こいつの皮膚は鋼鉄。エラを狙って致命傷を与えに行きます。ヒット。ヒットしたが、何やら様子がおかしいですね。逆にシャフトを弱くしすぎて魚に貫通していませんでした。にしても皮が鋼鉄すぎる。しかしまだ諦めるわけにはいきません。エラの動脈に当たったのは確かに確認しました。大量出血で動けない状況にはなっているはず。見つけさえすれば取れます。さてどこにいる。どこの穴に隠れたんだ。浅い見つけられる穴にいてくれ。頼む。よし、いた。ヒットするも刺さりきらない。どんだけ頑丈な皮をしてんだこいつ。もう素手で取ってしまおう。ちなみにこいつの抗菌力は最強クラス。下手をすれば指を食いちぎられます。だがここで逃げられてしまう。なんてしぶとい魚なんだ。ここで捕獲開始からだいたい20分が経過しています。ここまで派手に暴れていると、さすがにサメなどの肉食魚が寄ってきます。急がねば。まだ呼吸も整ってないですが、とりあえず回収だけはしたい。すでにサメが近づいてきています。お前なんかにくれてやるか。いました。さすがに力尽きてますね。ゲット。
血につられて霞味も寄ってきてますね。さて今回取れたお魚はキヘリモンガラ。マサル自身ね初めて取りました。初めて取る魚ってどんな動きするかわからないんで結構ね苦戦するんですよね。脳天締めをしていきます。ここでまさかとてつもない化け物に遭遇することに。通常は警戒心が強くその姿を見ることすらできない巨大アオリイカです。ヒット。これが本当にアオリイカなのか。でかすぎるだろう。水中銃のラインを手繰り寄せて締めにかかります。ただこのサイズのアオリイカ噛まれたらただごとでは済まないでしょう。どうやって締めるんだこんな化け物。めっちゃ怖かったんだけど。でむちゃくちゃ力が強いです。全然締まんない。どこ持てばいいんだこいつ。もう辺りは墨まみれ、マサルの姿が見えないぐらいです。とここで目の辺は持っても安全ということに気づきました。持ち場所さえ分かればあとはこっちのもんです。締めていきましょう。いやーでも何回見てもアオリイカの締まる瞬間って気持ちいいですよね。真っ白になりますからね。ということでまさかの巨大アオリイカゲットです。拳目を狙っていましたがこっちの方がもう全然奇跡。初めて見ました。これ手盛りだったら取れなかったね。水中銃で本当に良かった。さてアオリイカが取れましたが今回の目的は何といっても拳目。正直疲労で限界近いですが探していきます。そしてここで奇跡が。いました拳目。これは相当でかい。もう現場はパニックですよ。カメラマンをもう急いで呼んで、逃げるなって思いながら今待ってるところです。光を当てるとね逃げちゃうんでちょっと今暗いんですけどちょっと皆さん少し我慢してください。さて潜行開始。ヒット。目と目の間の脳を狙ったのですが当たったのは甲羅部分。シャフトは貫通しきっていません。すぐに外れるでしょう。ここは勝負に出る。ナイフで一発で締めにかかる。もう外してしまうともうこうなったら完全に肉弾戦です。シャフトはすぐ外れるのでイカを離してしまえばゲームオーバー。全ての筋肉を総動員しイカの力を抑え込みながら締めていきます。目と目の間の脳を潰す。でかすぎてどこに脳があるのかよくわからない。なかなか締まらない。イカには骨がなくほぼ全てが筋肉でできています。こいつを抑え込むのは骨が折れます。俺には骨があるからなー言うてますけども。でここで足の半分だけ締まってますね。だいぶ弱ってきています。さすが世界最大のスミイカと言われるだけはあります。マサルが見えなくなってしまいました。イカはどうなったのか。どうやらうまくゲットできたようです。よっしゃーやったねー顔ぶつりー。でかすぎてカメラからフレームアウトしていますね。でかすぎでしょほんとこいつ。というわけで目的の拳目も取れ体力も限界ということで船に戻ることにしました。はい、というわけでちゃんとね荒れてる海にね素潜りしてきたんですけども、なんとこちら見てください。でかすぎる。ちょっとね体力なくてすぐ上がっちゃったんでね魚少ないですけども、この長ブダイとそしてまだ細胞は生きてますね。うまそう。こんなアオリイカいるんや島に。そしてそれをはるかにまる拳目でかすぎる。はい、ということで今回アオリイカなんですけども、アオリイカってねめちゃめちゃ警戒心が高くて素潜りだとね光を当てた瞬間にバッ
速で逃げていくわけよ。でかければでかいほど警戒心も強いから、こんなでかいアオリイカが取れるっていうのはマジで奇跡で、むちゃくちゃテンションが上がってますということで、せっかくなんでアオリイカ、俺今までね取ったことあるのが 300g ぐらいまでなんですけど、記録更新してると思います。多分ですけど、何キロか測ってみましょう。よいしょよいしょ。トレイの重さ 500g。 さて乗せていきましょう。アオリイカね、まあ3キロ超えてたらもう魚拓サイズですね。釣り人だったらもう大興奮でしょう。お、マジか、やば。皆さん見てください。 4.5 ということはやばい、みんな4キロいってるよこれ。アオリイカ4キロって釣りやってる人はマジで今ってなるぐらい羨ましいと思う。素潜り復活一発目でこんぐらいのアオリイカ決めていくのが持ってる男ってやつですよ。ということで今日はこちら刺身と天ぷらにして食べていこうと思います。はい、それではさばいていくんですけども、まずはここに甲羅がありますんで、甲羅をね取っていきましょう。はい、録画するの忘れてたんですけど、ここに包丁を今入れました。包丁入れましたら、でっけえな、4キロにもなるとこのイカの甲が出てきます。甲が出てきましたら内臓を外していきましょう。で反対側もこうやって切っていきます。でここにあるのがエラなんですけど、エラはもう引きちぎっていきますね。ていうかね、俺アオリイカをねそんなにさばいたことがないのよ。島で取れるんですけど、あんまりね素潜りだと取れなくて、釣りですね取るときは。うわでかっ。前回の動画は拳目だったんで、またイカかって感じだと思うんですけど、アオリイカここにですね墨袋がありまして、でここを縛ってます。拳目と同様白子がありますね。これ肝だと思いますか？うん、肝ですね。切ろう。俺はな、早くなこいつの刺身が食べたいんだ。今日はねあんまりね説明とかないです。観察していきましょうもない。早く食べたいだけで、これ目玉も取りまして、これがねロードっていう部分ですね。イカの口ではないんですけども、ここから水を噴射してイカはね泳いでいます。イカの口どこにあるかって言いますと、このゲソの間ですね。ゲソも切っていきましょう。でこれがですね、カラストミって言われるイカの口、珍味ですね。これがイカのゲソです。イカはですね10本足があるんですけども、8本はですねこういう普通の足なんですけども、2本だけこうやって触腕って言って獲物をねピュッて捉える時に使う2本長い足があります。でアオリイカのゲソなんですけども、これも拳目と同じようにですね歯がね一個一個あります。こういう歯がね吸盤に一個一個ついてるんで、これをね取っていきます。どうやるのが正解なのかわかんないんですけど、無理やりやってますとこうやって取れていきます。拳目よりめっちゃ頑丈にくっついてんな。これは大変だ。イカの処理で本当にこの吸盤の歯を取るのがめちゃめちゃ大変なんだけど、簡単な取り方知ってる人教えてください。そして僕アオリイカさばくのほんとほぼ初めてなんでめっちゃむずい。あ、直腕じゃなくて普通の足はまだ取りやすい。直腕だけか。はい、ということでだいたい歯がね全部取り終わりましたね。まだ残ってる。まあいいでしょう。天ぷらにするんでね。はい、そしたら反対側ですね。こっちも噛んで包丁入れていきましょう。こうやってね、さっきうまくいったからって調子乗ってるとね、変なところに包丁が入ってね、身が汚くなったりするんですよ。常に気は張ってやる。あ、完璧な場所に包丁入っている。もう魚さばきマスターと呼んでいただいてもいいんじゃないでしょうか。イカか、魚じゃないわ。前言撤回。イカでした。うわー、うまそう。アオリイカのエンペラ食べてみたかった。そしたらこの巨大イカの皮を剥いでいきましょう。ちょっとやった感じ剥がしづらい感じのところがあるんで、若干ここら辺切りましょう。でそうするとこの辺もね剥ぎやすいですね。反対側も剥いでいきましょう。 OK。 これ拳目と一緒で筋があるのかな。筋あるな。筋ありますね。じゃあこの筋があるんで筋を
取っていきましょう。早く刺身が食べたいよ。もう筋うざい。海の中で食えばよかった。もう筋とか気にせず。ね、もうよくない？よし。皆さん、刺身盛り付けるのめんどくさいんで、もう食べます。皆さんすいません、食べます。そんだけねアオリイカが取れたことが嬉しいんですよ。なんか拳目みたいだな。アオリイカみたいじゃないぞ。こんだけでかいと味変わってくるのかな。イカそうめんです。今回4キロのアオリイカということでね、なかなかサンプルがないんでね、こうやったらもっと美味しかったよとかね、いうね、方法があったら皆さんぜひ教えてください。また取れるかどうかわかりませんが、釣りだったら取れるんでね、僕船持ってますから、トローリングがいればね、釣れますから。さて、これを、大贅沢でしょ、これ。はい。はい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 。はいはいはい。白飛びがすごい。ちょっと白飛びがすごいんで、ライティング変えます。はい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 。アオリイカ4キロの刺身、イカそうめん。来ました。うわー嬉しいこれ。一発目の潜りでこれやばいっしょ。ちなみにこれ、胴体の10分の1ぐらいです。イカとマサルの黒糖醤油。これはめちゃくちゃ相性いいです。もうぶっかけます。うわ、贅沢。それではいただきます。表面の筋取りを適当にやったんで筋が取れてないんで筋っぽいんですけど、待って、めっちゃうまいぞこいつ。むちゃくちゃ美味しい。うわ、うまっ。イカとマサルの黒糖醤油はマジで合う。むちゃくちゃ美味しい。さて、天ぷらを作っていきましょう。天ぷらはこんぐらいのサイズがいいんじゃないでしょうか。刺身がね食べれたんで満足したんで、ゆっくり料理していきますよ。表面の筋っぽさがあったんで、この筋を切っていきます。もうこうすることで食感のいい天ぷらになることでしょう。なるべく美味しく食べたいので筋をしっかりと切っていきます。はい、これが胴体の部分完成。そしたら次エンペラの部分ですね。ここがね軟骨になってるんで、軟骨の部位だけを切り出していきましょう。でこの軟骨の部位を揚げるとですね、もう本当にめちゃくちゃうまいんですよね。野源軟骨に近い感触なんですけど、アオリイカの4キロクラスは食べたことないんで未知の味ではあります。次ゲソですね。ゲソもね多分硬いはずなんで筋切りをしていきます。やっぱねこんだけでかいとね噛み切りやすくしてないとね結構ね食べづらいっていうのがあるんですよね。もう俺もね幼少期黄金ネスト見て育ったんで、巨大なものを巨大な唐揚げにするとかさ、取れたてをもうガブって噛みつくとか、インパクトのある絵としてはさ面白いんだけどさ、実際に俺もねそれにはこうやってやってみた時期がねあるんですけど、やっぱりねしっかりと食べやすくした方がねうまいです。でっかいまま揚げたら中火取らないですからね。やっぱり生き物殺してる身としてはね、やっぱりなるべく美味しく食べてあげたいなと思いますから、こちら天ぷらにしていきましょう。はい、それではまずはこちらに打ち粉をしていきます。打ち粉をしまして液を作っていきます。なんかね天ぷら粉のね溶き方ガチ勢の人たちはなんかいろいろ言ってくるんですけど、正直揚げるものの素材がめちゃめちゃ良かった場合はぶっちゃけ適当でもめちゃめちゃうまいです。こんだけうまいアオリイカやったら何してもうまい。それは確信している。ちょこセット。さあもう天ぷらはね一気に全部揚げていきたいんで、今日は油全部使っちゃいましょう。はい、それでは入れていきましょう。さてどんどん入れていきましょう。お、意外と跳ねないですね。いやー美味しそうですね。う
うわ、うまそう。いや、夢の山盛り煽りイカの天ぷらですね。山盛りすぎだろ。やばいやばい、これは男の夢が詰まっておる。で、塩で食べるんで、この辺に塩置いてきましょう。はい、それでは完成しました。いただきます。さばくのがちょっとね、しっかり取れてないところあったんですけど、皆さんごめんなさい。天ぷらも早く食べたいですね。ということで今日は、久しぶりにお酒を開けましょう。もう、気合入りまくりのストロングです。うめえ。いやー、にしても久しぶりに仕事をやったという感じですね。毎回ね、素潜りに2時間行って、昆布締め、アオリイカ、キヘリモンガラの3本撮りでね、撮り終えるというね。いやー、仕事しましたね。じゃあ食べましょう。まずは、胴体から。意外と微妙ですね。なんかアオリイカとはいえ4キロぐらいになると胴体の分厚さが1センチぐらいあるじゃないですか。普通にねちょっと硬すぎますね。なんか薄く切ったりとかもうちょっと小さく切って食べた方が絶対美味しいですね。味自体はねすごいねイカとしての甘みがあってめちゃくちゃ美味しいです。そしてお酒と合いますね。仕事終わりのお酒最高です。ほんでこれはエンペラかな。うわエンペラうまっ。エンペラうまっ。昆布締めのエンペラうまいけどアオリイカのエンペラの軟骨の方がうまいかもしれない。これだけうまみがありながら食感がさ軟骨だからさ食感もバリバリバッチクソいいわけよ。うわーうまっ最高やな。でゲソいきましょう。めちゃくちゃゲソもうまい。アオリイカやと思って食べるとむっちゃ硬いんでえって感じにはなるんですけど、硬くなってるだけで大味にはなってなくて旨味とか甘みに関してはでかい方がいいかも。ゲソうまっ。むちゃくちゃうまいやないかお前。うめえ。これは最高ですね。やっぱアオリイカうまいね。で4キロのアオリイカなんてもしかしたらこれから20年30年潜り続けても素潜りで出会って取るっていうのは、難しいかもしれない。そんぐらいのね奇跡的に取れたんですよ。いや最高の潜り出しでしたね。これからですね世界で地球を一番楽しむ男になりたいということでですね今回ね結構爆荒れの海だったんですけど爆荒れの海で素潜りができるぐらいね体力回復したんですけどもこれからもね実直に体力作り、ランニングだったりとかサイクリングだったりだとか食事管理も徹底して相撲の世界ではですね3年先の稽古っていう言葉があるんですけども1ヶ月ぐらいでね体力なんて回復しないんで焦らずに3年先にはですねまたサバイバルができるぐらいの体力をね、持っていきたいなと思っております。はい。そしてやっぱりね素潜り楽しい。やっぱ俺は生き物を狩猟するために生まれてきたんだなって改めてね思った。ここから皆さんの想像を超えるようなことをねどんどんしていきますんでね、皆さんぜひね楽しみにしといてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。